皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はキッズサイズとベビーサイズのグラニースクエアハットの作り方を紹介します。コットンの毛糸を使った春夏にぴったりの帽子です。今回はつばの広さ普通タイプとつばがフリフリになっているタイプの2種類の編み方を紹介します。前の動画で大人用の作り方も紹介していますので、ぜひ親子でお揃いにしてほしい作品です。ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。それではスタート。まずは仕上がりのサイズです。今回はキッズサイズとベビーサイズを紹介します。それぞれのサイズは画面をご覧ください。ただし編む人によって仕上がりサイズは変わってきますし、頭のサイズも人それぞれなので、サイズを確認しながら編み進めてください。使用した毛糸はセリアで購入したロアンです。キッズサイズの場合、メインの毛糸は3玉、それ以外はだいたい 0.2 玉程度使用しました。ベビーサイズの場合、メインの毛糸は2玉でギリギリ足りましたが、3玉あると安心です。それ以外は 0.2 玉程度使用しました。違う毛糸で編みたい方は同じぐらいの太さの毛糸を使用してください。必要な道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は5号 3mm を使用しました。大まかな作り方を説明します。まずはモチーフを編みます。キッズサイズは7枚、ベビーサイズは6枚編みます。モチーフを編んだら輪になるように縫い合わせます。次に帽子のてっぺん、トップの部分を編みます。キッズサイズもベビーサイズも編み方は同じで、何段目まで編むかが違います。次にトップとモチーフを縫い合わせます。キッズサイズとベビーサイズでやり方が少し違いますので、それぞれのやり方を説明します。最後につばの部分、ブリムを編みます。ブリムの最初の編み方はどのサイズ、どのデザインでも共通なので、その編み方を説明します。その後はサイズとブリムのタイプごとに違う編み方になります。それでは早速編み始めましょう。それではモチーフを編んでいきます。まずは輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。2回巻いたら一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている毛糸を左手にかけます。輪の部分を挟むようにして持ってください。かぎ針を持ってきます。輪の中に針を入れて、糸をかけて輪から引き出します。もう一度針に糸をかけてループを引き抜きます。これで輪の作り目ができました。1段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。鎖編みの編み方は、針に糸をかけてループを引き抜く。これが鎖編みです。3回編みます。3回編めたら3回目の鎖編みのところにマーカーをつけておきます。マーカーはこのように V 字の後ろを通るようにつけておいてください。長編み2回、鎖編み2回を編みます。長編みの編み方は、針に糸をかけて輪の中に針を入れます。糸をかけて輪から引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。針に糸をかけて3本のうち2本を引き抜きます。
もう一度針に糸をかけ、残った2本のループも引き抜きます。これが長編みです。もう一度編みます。針に糸をかけ、輪の中に入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。糸をかけて残ったループも引き抜きます。長編み2回が編めました。鎖編みを2回編みます。ここから先は長編み3回、鎖編み2回のセットを3回繰り返し編んでください。まずは長編みを3回です。長編み3回を編んだら鎖編みを2回。これをあと2セット編んでください。長編み3回、鎖編み2回のセットを3回編み終わりました。真ん中の輪を引き締めます。まずは針にかかっている毛糸を少し引き出して針を抜いておきます。まずこの糸端を少し引っ張ってみます。真ん中の毛糸のうち片方だけが小さくなります。小さくなった方の糸をもう一度引っ張ります。真ん中が小さくなりました。ここをしっかり引っ張っておかないと後で真ん中が緩んでくることがありますので、しっかりと引っ張っておいてください。十分に引っ張れたらもう一度糸端の毛糸を引っ張ります。この時もしっかりと引っ張って引き締めておいてください。輪を引き締めることができたらかぎ針を戻します。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーをつけてあるところです。マーカーを外してマーカーが通っていたところに針を入れます。引き抜き編みをします。針に糸をかけて今針にかかっているループをすべて引き抜きます。これで1段目が編めました。このまま糸を引き出してカットしても良いのですが、この部分が緩まないように一度鎖編みを編んでから糸を引き出し10センチほど残してカットします。カットしたら最後に編んだ鎖編みが小さくなるように糸端を引っ張って引き締めておいてください。1段目を編み終わるとこんな感じです。角の部分にスペースが空いているのがわかると思います。この部分をここから先、角の鎖編みのスペースと呼んで説明していきます。2段目は角の鎖編みのスペースから編み始めます。4箇所のうちどこからスタートしても構いません。2段目を編みます。2段目は角の鎖編みのスペースから編み始めます。どの角からスタートしても構いません。角のスペースに針を入れたら、次の段で使う毛糸を持ってきます。糸端は5センチから10センチほど残してください。糸端と編み地を挟むようにして左手で持ちます。針に糸をかけて引き出します。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。1回目の鎖編みを編んだ後、この段の毛糸の糸端を右側の方に持ってきます。
残り2回鎖編みを編みます。3目めの鎖編みにマーカーをつけておくと最後が分かりやすくなります。マーカーをつけました。まずはこの最初の毛糸をつないだ鎖編みのスペースのところに長編み2回、鎖編み1回を編んでいきます。長編み2回、鎖編み2回編みました。ここから先は残った角の鎖編みスペース3箇所に長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。次に編むのはこの隣の角です。まずは長編みを3回、長編み3回編んだら鎖編みを2回、また同じ場所に長編みを3回、最後に鎖編みを1回。このセットを残り2箇所の角にも編んでください。前の段の糸端が出ている角に来たら、この角を編むときに糸端を編みくるんでいきます。この糸をこんな風に角に沿わせるようにしておきます。ここを編むときに編み地と一緒に糸端も針の上に乗るようにしておきます。この状態で角を編むと糸端が編み地の中に入ります。角を編めたら裏側を確認して糸が中に入っていることを確認してください。3箇所の角のスペースを編み終わりました。一番最初に糸をつないだ最初の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回を編んでいきます。この時にこの段の毛糸の糸端がここに出ていますので、これを右側に沿わせるようにして編みくるんでいきます。編み地に針を入れた時にこの糸端も針の上に乗るようにしてください。長編み3回、鎖編み2回を編み終わりました。裏面を確認して糸端が編み地の中に入っていることを確認しておいてください。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで2段目が編めました。最後に鎖編みを1回編んでから糸を引き出し10センチほど残してカットしておきます。2段目を編み終わるとこんな感じです。3段目を編みます。3段目も角の鎖編みのスペースから編み始めます。どの角からスタートしても構いません。3段目で使う毛糸を持ってきて編み地と挟むようにして持ちます。針に糸をかけて引き出します。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。1回目の鎖編みを編んだら糸端を右側に持っていっておきます。3回目の鎖編みにマーカーをつけておきます。まずは最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みます。ここから先は
角ではない鎖編みのスペースのところには長編み3回、鎖編み1回を編みます。角の鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。次に編むのはここですが、ここは角ではない鎖編みのスペースなので、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。長編み3回、鎖編み1回を編みました。次に編むのは角の鎖編みスペースなので、ここには長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回です。角の鎖編みのスペースが編めました。ここから先も同じように編んでいってください。最後の鎖編みのスペースまで編み終わりました。最初の鎖編みのスペースのところに長編み3回、鎖編み2回を編みます。この時、この段の糸端を編みくるんでおきます。最後に立ち上がりの鎖編み3目目に引き抜き編みをします。マーカーをつけてあるところです。3段目が編めました。最後に鎖編みを1回編んで、毛糸を10センチほど引き出してカットしておきます。3段目を編み終わった時、こんな感じになっています。4段目も同じ要領で編んでいきます。4段目を編みます。4段目はこのモチーフの最後の段です。編み方は3段目と同じなのですが、最後の閉じ方だけが違います。では角の鎖編みのスペースから編み始めます。針に糸をかけて編み地から引き出します。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。1回目の鎖編みを編んだら糸端を右側に置いておきます。3回鎖編みを編みました。今まではこの3目目にマーカーをつけていましたが、この段は最後の段なので、次に編む長編みの頭にマーカーをつけます。では最初の鎖編みのスペースのところに長編み2回、鎖編み1回を編みます。1回目の長編みを編んだらマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。最初の鎖編みのスペースに長編み2回、鎖編み1回を編みました。ここから先は前の段と同じように、鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み1回を編みます。角の鎖編みのスペースには長編み3回、鎖編み2回、長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。最後の鎖編みのスペースまで編み終わりました。一番最初の鎖編みのスペースに長編み3回、鎖編み2回を編みます。長編み3回、鎖編み2回編めました。これまでの段では最後に引き抜き編みをしていましたが、モチーフの一番最後の段ではとじ針を使って最後を閉じていきます。このまま毛糸を10センチから15センチほど引き出してカットしておきます。カットした毛糸をとじ針に通します。ここから先、この糸端を引っ張りすぎないように注意しながら作業をしてください。
とじ針に糸端を通しました。最後をとじ針で閉じていきます。まず最初に一番初めに編んだ長編みの頭に針を入れていきます。マーカーをつけてあるところです。今回は分かりやすいようにマーカーをつけたまま作業しますが、マーカーは外していただいて構いません。次に一番最後に編んだ鎖編みのところに上から針を入れます。こうすると最後の部分が V 字できれいにつながります。余った糸は裏面に糸始末します。どこでも構いませんので、目立たないところに針を通していってください。これで最後の部分を閉じることができました。糸始末をします。この真ん中から出ている糸以外は編んでいる途中で編み地の中に編みくるんであると思います。編みくるんである毛糸はそのままカットして大丈夫です。ではこの真ん中の毛糸の糸始末をしていきます。糸端をとじ針に通します。糸端をとじ針に通したら、どこでも構いませんので糸を入れていきます。糸を入れられたら余った毛糸はカットします。他の糸端は編みくるんであればそのままカットしても大丈夫だと思いますが、心配な場合は同じやり方で同じ色の編み地のところに糸端を入れていってください。これでモチーフが出来上がりました。モチーフの大きさはだいたい 6.5 センチ ×6.5 センチほどになりました。モチーフの大きさと仕上がりサイズについてお話しします。キッズサイズの場合、モチーフの大きさ ×7 が帽子のサイズになります。ベビーサイズの場合は、モチーフの大きさ ×6 が帽子のサイズになります。帽子をかぶる方の頭のサイズを測るか、普段かぶっている帽子のサイズを測ってみて、出来上がりのサイズがちょうど良いかどうか確認してみてください。モチーフの大きさを変えたい場合は、かぎ針の太さを変えて調整してください。モチーフを小さくしたい場合、1段階細い4号 2.5 ミリのかぎ針で編んでください。モチーフを大きくしたい場合は、1段階太い6号 3.5 ミリのかぎ針で編んでください。今回は使うモチーフの枚数を変えたり、モチーフの段数を変えてしまうと、この後他のパーツとつなぐときに目の数が合わなくなってしまいます。モチーフの枚数や段数は変えず、かぎ針のサイズや力加減を変えて大きさを調節してください。キッズサイズを編む方はモチーフを7枚、ベビーサイズを編む方はモチーフを6枚編んでください。モチーフとモチーフをつないでいきます。つなぎたい部分の長さの2倍から 2.5 倍ぐらいの長さ、毛糸をカットしてとじ針に通しておきます。今回は半目巻きかがりという方法で縫い合わせていきます。下から上へ縫っていきます。まずは左側に置いたモチーフの角の鎖編み2目のうち、これから縫っていく方に近い方の目から縫い始めます。
V 字の部分の下から針を入れます。糸端は10センチぐらい残しておきます。次に右側のモチーフの角の鎖編み2目のうち、これから縫っていく方に近い方の目に上から針を入れます。左側に置いたモチーフの先ほど縫った目に下から針を入れます。次の目からは向かい合う目同士を縫っていきます。まず右のモチーフの V 字のところに上から針を入れます。左のモチーフの V 字のところに下から針を入れます。これを繰り返して縫っていきます。こちら側の角の鎖編みのところまで縫い終わりました。最後に右側のモチーフの角の鎖編みの一度縫ってあるこの目に針を入れ、糸端を裏面に持っていきます。糸始末をしていきます。編み地をひっくり返して、今縫ってきたこの辺りのどこでも構いませんので、針の入れやすいところに針を入れて糸始末します。編み地が歪んでいないか確認したら、余った糸はカットします。編み始めのところに出ている糸端ももう一度とじ針に通し、同じように糸始末してください。こんな風に輪になるようにつなぎ合わせてください。トップを編みます。キッズサイズを編む方は10段目まで、ベビーサイズを編む方は9段目まで編んでください。まず輪の作り目をします。やり方はモチーフの最初と同じです。輪の作り目ができました。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3目目の鎖編みにマーカーをつけておいてください。マーカーをつけました。輪の中に11回長編みを編みます。長編みを11回編みました。真ん中の輪を引き締めます。これで真ん中の輪を引き締めることができました。針を戻します。
最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーをつけてあるところです。マーカーがついていたところに針を入れて引き抜き編みをしてください。これで1段目が編めました。2段目を編み始める前に長編みの立ち上がりについてお話しします。長編みを編むときは最初に立ち上がりの鎖編み3目を編むのが一般的ですが、立ち上がり付近にはどうしても穴が開いてしまいます。もしこの穴が気になる、穴をなくしたいという場合は鎖編み3目ではない立ち上がりの編み方があります。やり方を説明した動画のリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。この先の説明では立ち上がりは鎖編み3目で編んでいきます。2段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3回目の鎖にマーカーをつけておきます。次に前の段で引き抜き編みをした目、立ち上がりの鎖編みの根元の部分に長編みを1回編んでいきます。増し目を11回編みます。増し目というのは1つの目に2回長編みを編んで1つの目を2つに増やすことです。11回増し目を編んでこの段の目の数が全部で24目になります。まず普通に長編みを編んで同じ場所にもう一度長編みを編む。これが増し目です。これを段の終わりまで繰り返します。増し目を11回編み終わりました。立ち上がりの鎖編み3目も長編み1目とカウントして全部で24目になっていることを確認してください。最後に立ち上がり鎖編み3目めに引き抜き編みをします。マーカーがついているところです。2段目が編めました。3段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3目めの鎖にマーカーをつけます。次の目に増し目を編みます。先ほどは立ち上がりの鎖編み根元に編みましたが、次からは普通に次の目に編んで大丈夫です。次の目に増し目です。ここから先は長編み1回、増し目1回のセットを11回繰り返して編んでいきます。次の目は長編み、その次の目は増し目、同じ目に長編みを2回編みます。このセットを全部で11回繰り返してください。長編み1回、増し目1回のセットを全部で11回編み終わりました。最初の立ち上がりも1目と数えて全部で36目になっていることを確認してください。最後に立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目を編みます。まずは立ち上がり鎖編みを3回編みます。3目めにマーカーをつけます。次の目に
増し目を1回編みます。ここから先は長編み2回、増し目1回のセットを11回繰り返して編みます。そうすると最後に1目余った状態になります。まずは長編みを2回、その次の目に増し目です。同じ場所に長編みを2回編みます。このセットを11回繰り返して編んでいきます。長編み2回、増し目1回のセットを11回編み終わりました。最後にもう1目残っています。残ったもう1目は長編みを編みます。最後に立ち上がり鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで4段目が編み終わりました。5段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3目めにマーカーをつけておきます。まず長編み2回、増し目1回を編みます。長編み2回、増し目1回を編みました。ここから先は長編み3回、増し目1回のセットを11回繰り返し編んでいきます。11回編み終わるとすべての目が編み終わると思います。長編み3回、増し目1回のセットを11回編み終わりました。最後に立ち上がり3目めに引き抜き編みをします。5段目が編めました。ここから先の編み方は画面に出しておきます。キッズサイズを編む方は10段目まで、ベビーサイズを編む方は9段目まで編んでください。最後の段の終わりはとじ針で閉じていきます。トップの編み終わり方について説明します。一番最後の段の最後の長編みまで編み終わった状態です。これまでの段は最後に引き抜き編みをしていましたが、一番最後はとじ針を使って閉じていきます。毛糸を10センチから15センチほど引き出してカットします。カットした毛糸をとじ針に通します。最後の部分を閉じていきます。やり方はモチーフの最後を閉じた時と一緒です。まず最初に一番初めに編んだ長編みの頭に針を入れます。立ち上がりの鎖編みにマーカーをつけてある方はその隣の長編みの頭です。マーカーは外しておきます。次に一番最後に編んだ長編みの頭に上から針を入れます。この目です。この時、後ろにある毛糸にも針を通しておくと良いと思います。余った毛糸は裏面に糸始末してください。
最後を閉じることができました。真ん中に出ている糸端も閉じ針に通して糸始末しておいてください。トップのパーツとモチーフを縫い合わせていきます。まずはキッズサイズの場合のやり方です。縫い始める前に分かりやすくするためにマーカーをつけておきます。この立ち上がりの近くの目にまずはマーカーをつけます。立ち上がりの近くの目にマーカーをつけます。この辺りの目だったらどこでも構いません。マーカーをつけた目を1と数えて17目数えてください。18目目にマーカーをつけます。18目目にマーカーをつけました。次はまたこのマーカーの目を1と数えて18目目にマーカーをつけてください。これを繰り返していきます。マーカーの目を1として18目目にマーカーを繰り返していくと7箇所マーカーがつけられると思います。そして一番最後につけたマーカーから数えて19目目が一番最初のマーカーになっています。一番最後のマーカーから一番最初のマーカーまでは目の数が1目多いということです。1目多いところがどこか分かるようにしておくと後で混乱せずに済みます。この部分が他の場所より1目多いので私はこんな風にマーカーをつけておきます。縫い合わせたい部分の2倍ぐらいの長さの毛糸をカットしてとじ針に通しておいてください。それでは縫い合わせていきます。マーカーからマーカーまでの間にモチーフを1枚つなぐという風につないでいきます。まずはこのマーカーの目とモチーフの角の鎖編みの目をつないで縫い始めます。ここから上に向かって縫っていこうと思います。この部分は他のマーカーからマーカーまでのところより1目多くなっているところです。縫い方はモチーフとモチーフをつなげた時と同じやり方です。モチーフの角の鎖編みに下から針を入れます。次にこちらのマーカーがついている目を縫っていきます。マーカーがついていた目に上から針を入れます。モチーフの方の角の鎖編みの目にもう一度下から針を入れてください。次からも同じように縫っていきます。トップの目に上から針を入れてモチーフの目に下から針を入れます。これを繰り返して縫っていきます。モチーフの方の角の鎖編みのところまで縫い終わりました。次のマーカーまであと1目余っています。この部分は他の場所に比べて1目多くなっているところです。なのでここに1目余っています。この余った1目とモチーフとモチーフの間のこの縫い目の部分を合わせていきます。トップの方は上から針を入れて、モチーフの方はこの縫い目の部分のどこでもいいので針が刺せそうなところに針を入れます。では次のマーカーからマーカーまでも縫っていきます。最初はこのマーカーがついている目と
次のモチーフの角の鎖編みからつなぎ始めていきます。モチーフの角の鎖編みのところまで縫い終わりました。今度はマーカーのところまで余っている目はなく、すべての目が縫い終わっていると思います。一番最後にこのマーカーの一つ手前のすでに縫い終わっている目とモチーフとモチーフの縫い目の部分をつないで縫っていきます。マーカーの一つ前の目はすでに縫ってあるので2回針を通すことになります。縫い目の方はどこでもいいので針が刺せそうなところに刺してください。また次もマーカーがついている目とモチーフの角の鎖編みの目をつないで縫い始めます。このように最後まで縫ってください。最後まで縫い終わりました。糸始末をします。まずは適当な場所に針を入れて糸端を裏側へ持っていきます。縫った部分が突っ張ったりしていないか少し確認しておいてください。編み地を裏に返します。縫い始めた時の糸端もここに出ていると思いますので、軽く結んでから糸始末をするとよりほどけにくくなります。あとは適当な場所に針を入れて糸端を糸始末してください。もう一本の毛糸も同じように糸始末します。トップとモチーフをつなぐことができました。トップとモチーフを縫い合わせます。ベビーサイズの場合のやり方を説明します。縫い始める前に分かりやすくするためにマーカーをつけておきます。この立ち上がりの近くのところからマーカーをつけ始めます。立ち上がりの近くの目にマーカーをつけます。場所は厳密に立ち上がりの目でなくても構いません。マーカーをつけた目を1と数えて18目数えます。19目目にマーカーをつけてください。19目目にマーカーをつけました。またマーカーの目を1と数えて19目目にマーカーをつけるというのを繰り返して印をつけていってください。マーカーの目を1として19目目にマーカーというのを繰り返すとこのように6箇所マーカーがつけられると思います。縫い合わせたい部分の2倍ぐらいの長さの毛糸をカットしてとじ針に通しておいてください。それでは縫い合わせていきます。マーカーからマーカーまでの間にモチーフが1枚つながります。最初はモチーフの角の鎖編みとマーカーがつけてある目をつないでいきます。縫い方はモチーフとモチーフをつなげた時と同じです。まずはモチーフの角の鎖編みに下から針を入れます。後で糸始末するために糸端は10センチほど残してください。マーカーがついている目に針を入れます。
マーカーがついていた目に上から針を入れ、モチーフの角の鎖編みにもう一度下から針を入れます。次の目からも同じようにつないでいきます。トップの方の目は上から針を入れ、モチーフの方の目は下から針を入れます。モチーフの角の鎖編みまで縫い終わりました。次のマーカーまであと1目残っていると思います。最後に残ったこの1目はモチーフとモチーフの間の縫い目の部分とつないでいきます。トップの方は上から針を入れ、縫い目はどこでも針が刺せそうなところで構いませんので針を入れてください。次はまたマーカーの目と次のモチーフの角の鎖編みからつなぎ始めます。同じようにしてぐるっと一周つなげてください。最後まで縫い終わりました。糸始末をします。適当なところに針を刺して糸端を裏面に持っていきます。縫った部分が突っ張ったりしていないか少し確認しておいてください。編み地を返します。同じ場所に縫い始めた時の糸端が出ていると思うので、軽く結んでから糸始末をするとよりほどけにくくなります。あとは適当なところに針を入れて糸始末してください。もう一本の毛糸も同じように糸始末してください。トップとモチーフをつなげることができました。ブリムを編んでいきます。トップの立ち上がりのところをたどったモチーフとモチーフの間のところから編み始めると綺麗に仕上がります。モチーフとモチーフの間の縫い目のところから毛糸をつないで編んでいきます。縫い目のあたりに針を入れます。場所は針が入りそうなところならどこでも構いません。糸を持ってきて挟むようにして持ちます。針に糸をかけて引き出します。まずは立ち上がりの鎖編みを1回編みます。次に同じ場所に細編みを1回編みます。細編みの編み方は編み地に針を入れて糸をかけて引き出します。もう一度針に糸をかけて2本のループを引き抜きます。これが細編みです。最初の細編みを編んだらマーカーをつけておきます。すべての目に向こう半目の細編みを編んでいきます。次に編むのはこのモチーフの角の鎖編みのところです。向こう半目というのはこの V になっている部分の上から針を刺して1本だけが針にかかるようにして編む編み方のことです。この状態で細編みを編みます。次の目もこの V の真ん中から針を入れて1本だけが針にかかるようにして細編みを編んでください。
こんな風に編んでいきます。モチーフの終わりまで細編みを編みました。縫い目のところに1目編んで、モチーフには17目あるので、ここまでで細編みが18目になっていることを確認してください。モチーフとモチーフの間の縫い目のところに来たら、また針が刺せそうなところに針を刺し、1回細編みを編んでください。次からはまたモチーフの目に向こう半目の細編みを編んでいきます。こんな風に編んでいきます。ベビーサイズを編んでいる方は、段の始まりから終わりまで細編みが全部で108目。キッズサイズを編んでいる方は、段の始まりから終わりまで細編みが全部で126目になります。目の数が合っているか数えながら編んでいってください。一番最後のモチーフの角の鎖編みまで細編みを編み終わりました。最後に一番最初に編んだ細編みに引き抜き編みをします。マーカーをつけてあるところです。これで1段目が編み終わりました。2段目から先のブリムの編み方は次からの画面に出しておきますので、自分が編んでいるサイズ、作りたいブリムのデザインに合わせて画面をご覧ください。またこの帽子のつばの部分は少し長めのデザインになっています。かぶる方によってはつばが長すぎて前が見にくくなってしまうことがあります。かぶる方に合わせたつばの長さに仕上げていただくのがおすすめです。ブリムを最後の段まで編み終わりました。最後の閉じ方を説明します。最後の部分はトップの終わりと同じように閉じていきます。針にかかっている糸を引き出して10センチから15センチほど残してカットします。カットした糸を閉じ針に通してください。閉じ針に通しました。まず最初に一番初めに編んだ長編みの頭に針を入れていきます。次に一番最後に編んだ長編みの頭に上から針を入れます。上の部分がきれいにつながりました。余った毛糸は裏面の針が入れられそうなところに糸始末してください。糸始末が終わったら完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。